亡き相葉に捧げる G1 制覇、和田龍二が見せた男泣きでございます。テイエムオペラ王への誓い、テイエムオペラ王という和田龍二騎手。1996年競馬学校を卒業した和田騎手。花の12期生と呼ばれた世代の一人。同期に福永雄一騎手をはじめ JRA 史上初の女性3騎手など話題が多い年のジョッキーデビューだった。その中にはあの方の初々しい姿。なんかちょっとイライラしてない？そうな。ジュンジュン今と全然変わらない。そんな和田騎手を語る上で欠かせないのがこの馬、テイエムオペラ王。大好きだったんだよね、テイエムオペラ王。1999年の皐月賞で。この皐月賞強いよね。これ強かったね。これ強い。全く勝ってなかったですよ。G1 初制覇を収めると、和田騎手とテイエムオペラ王の快進撃が始まる。名将怒涛にバッテリー内からってなんて外を通ってイーグルカフェ成田トップロード、名将怒涛と言っちゃテイエムオペラ王だ。4、5回やそう。名将怒涛して入っていってゴールイン。この馬にはジンクスも馬場も距離も関係ありません。現役最強6連勝。2000年には確かにね、なんと重賞8連勝。この有馬記念すごいからこれ。そうなんだよこれ。すごいとこ見てきた。また名所どこやこれ。名所どこ。名所の1着2着やわ。テイエムオペラ王だ。テイエムオペラ王。2000年20世紀最後不敗伝説を作りました。お見事テイエムオペラ王。年間無敗の偉業も成し遂げ、無敗だったの？その強さからついた異名は世紀末覇王。その後も G1 勝利を重ね、そうね。って言ってたんじゃない？さっき。総獲得賞金は当時最高となる18億円超えの快挙を果たした。だって北さんブラックまでそんなテイエムオペラ王も2001年惜しまれつつ引退。名将怒涛と一緒に引退式やった。あ、そうだ。その全てに騎乗し愛情を注ぎ続けた和田騎手はオペラ王にある誓いを立てる。いい VTR だな。オペラ王には僕はすごくたくさんのものをもらったような気がします。ただあの馬に何も返せなかったような僕自身がするので、これから一流の男となってあの馬に認められるような騎手になりたいと思います。どうもありがとうございました。オペラ王に認められる騎手になる。あの馬に認められるような。実はこの言葉の裏にはオペラ王の主戦騎手としての苦悩が。当時は若手だったこともあり、アグネスデジタルかテイエムオペラ王か2頭並んでいる。そうだ、アグネスにね外から刺されたのよ。アグネスデジタルがテイエムオペラ王の4連覇の夢を阻んだ。乗り換わりを求められるなど厳しい声にさらされることもあった。いやいや、ちょっと結果が出なかったというか、そんな周囲を見返すため次に G1 を勝つまではオペラ王には会いに行かない。ビクトリー入ってこの誓いを胸にその後の騎手人生を歩み始めた和田騎手だったのだが、外からは北東スルタン手がさあアルナスライン浅草キングス突き放すか。アルナスライン持ってきた。さあロックルカンプを加わってきた。浅草キングス1着。
長きにわたり中央 G1 で勝てない日々が続いた。そんな中2018年5月、和田騎手にある知らせが届く。TM オペラ王高い。一流の男となってあの馬に認められるような騎手になりたい。気がつけばどうもありがとうございます。誓いを立ててから17年もの歳月が経っていた。長いね本当に。オペラ王の旅立ちから1ヶ月後、 G1 宝塚記念。そうか。和田騎手はミッキーロケットに騎乗。そしてこれが亡きオペラ王への誓いを果たす男泣きレースとなる。関が今馬体を収めて上半期のグランプリ、今スタートが決まりました。ほぼ揃いました。正面スタート前、里のダイヤモンド、ルメールは後ろから徐々に外にポジションを取っていくか。さあ先行争い、サイモン・ラムセスがじわっと、これは遅くなりそうです。達合劇が2番手、そして内でストロングタイタン3番手、スマートレイヤーヒントも行きました。スマートレイヤー3番手、6万人を超える大観衆、拍手を浴びながら1コーナーを目指します。16頭、馬群全長15、6馬身です。3、4コーナー中間にかかっていきます。さあサイモン・ラムセスの逃げ、リードは3、4馬身、2番手ぴったり達能劇、そして手が動き始めたストロングタイタン、外から里のダイヤモンド、そうストリロスの内々を走ってて、外の馬はちょっと動いてるけど、騎手がいや、それはいけるだろう。いいよ、通りながらこのダイヤモンドも来てるけどな。ワーザー来てるけどね。ワーザーが広げるか。和田龍二、ついにTMオペラ王の2001年天皇賞春以来の G1 制覇。長いわ。ワーザーの追撃を抑えてミッキーロケット和田龍二、もうゴールで来てるね。ちょっと待望の G1 勝利、ミッキーロケットついに掴みました。オペラ王以来ついに掴んだ久々の G1 制覇。実に2001年以来となる17年ぶりの中央 G1 制覇は、天国に旅立った盟友TMオペラ王に自らの成長した姿を届ける勝利となった。久しぶりの G1 勝利の味いかがだったですか。顔つきが全然違いますね。そうですね、もう、この一戦にかける思いっていうのがねオペラ王が後押ししてくれたと思います。17年、非常に長い年月だったと思いますが改めてこの勝利いかがでしょう。僕は若いつもりでいたんですけどさすがにちょっと長すぎたんでね、勝ってオペラ王に報告したかったんですけど、でもやっとね胸張っていきたいと思います。ミッキーロケット見事17年ぶりの G1 勝利を果たした和田龍二騎手でした。大きな拍手をお願いします。やっぱりこう若くてあの馬に出会って周りからちょっと若いから乗り換えさせた方がいいんじゃないかっていう中で、師匠の岩本調教師はもうガンとして和田君でいくっていう、やっぱりその師匠の思いにも応えたいっていう中でTMオペラを乗り続けてきて、 G1 もちろんあれだけたくさん勝ったんだけどやはり後悔するレースも多かったんですよね。その中でも有馬記念ですよね、もう4コーナーで四面楚歌で、実は和田君はあの時もマークが厳しくてもう前も開かないんで、ダメだって諦めた時にオペラ王が自らこう狭い間を見つけてそこに
縫って出てきたんだって。でゴール板過ぎた時に自分は諦めたのにオペラ王は諦めなかった。もう騎手として情けなくて、もう涙が溢れてゴーグルを外すことができなかったんですって。で検量室前に引き上げてきた時にテーモオペラ王の足元見たらやっぱり馬群を縫ってきたからもう足元が傷だらけだったんです。でもその姿を見た時にもう自分が騎手として情けないし、やっぱりテーモオペラ王にふさわしいジョッキーになりたい、男になりたいっていうふうに思ってずっと引退してからもやっぱり歩んできて、その中で掴んだ勝利ですし、実はこのミッキーロケットの担当者の方は小中同級生なんですよ、和田君と。だから本当に同級生の橋本さんももう和田龍二で G1 を勝ちたいっていうふうな思いの中で送り出したんで、なんか全てにおいてミッキーロケットの勝利っていうのは大きかったですよね。